皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、日本政府が準備する食料備蓄が、まさかの一般国民と変わらない備蓄量だったという恐ろしい情報と、日本の食料安全保障がいかに脆いかという情報をシェアいたします。前回の動画でも防災に関するアンケートで実に 70% の人が食料備蓄をしていない、もしくは一部しているという状況だったことを紹介しました。有事の際には、日本人の6割が餓死するという分析が出ているのですが、まんざら大げさな話でもないんだなと思いました。前回動画に引き続き有事の際は頼れるのは自分だけということを再認識する必要があると感じましたので、マインド設定に役に立つと思われる動画を作成しました。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の動画では日本が置かれた状況と日本政府が取っている政策について触れていきますが、動画作成にあたり集めた資料、情報を見ていくと改めて食料備蓄の必要性と、自ら食べ物を作るということが必要だと思いました。食べ物を作るといっても家庭菜園レベルの話ですが、農作物以外にもハーブなどの知識をつけて季節ごとの旬な食べ物を手に入れるという、まさにサバイバル的なことにもチャレンジしようかなと考え始めました。ところで今ネット上では、食料危機は起きるのか、それとも起きないのかということで意見が分かれていますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。ぜひコメント欄にて考えをシェアしていただきたいと思います。食料危機が起きるということを言っている方に対して、デマを流しているとか、不安を煽っているとかということを言っているみたいですが、大前提に私にはどうでもよいことです。というのは、いろいろと情報を集めてどういう可能性があるのか、万が一起きたらどのように身を守ればよいのかということが大事であって、想定したことが起きなかったならそれはそれでよかったというだけの話です。逆に食料危機は起きないし、食料備蓄など不要だといったことで責任を負うのは誰でもない、それを決めた本人だというだけのことだと思います。人の不安、弱みにつけ込んで何か物を買わせようとする商売をしているなら話は別ですが、様々な考え方があって自分と違う意見はデマだというのは少々乱暴に感じます。この動画をご覧になってどう判断するかは視聴者の皆さんだと思います。この動画が皆さんの判断に役に立てれば幸いです。では、食料安全保障という面で考えたときに、真っ先に考えることは食料危機ですよね。以前の動画で食料危機というのは2種類あると説明したことがあると思います。一つは、輸入大国である日本のシーレーンが麻痺し、石油や天然ガス、肥料、そして家畜用飼料などが入手できないことで起きる食料危機です。これらのリスクは日に日にと言ってもいいほど高まってきています。中国による台湾侵攻もそうだし、ウクライナ・ロシア紛争の影響によるものも原因となっていくことでしょう。最近では中東にも戦火が広がりそうですし、そろそろロシアによる総攻撃が予定されているということも聞きます。そうなると第三次世界大戦と後世に呼ばれる歴史的な節目になるかもしれません。本当にとんでもない時代に我々は生きているのです。あと一つは、あまりの物価高によって物はあるのに買うことができなくなるという食料危機です。この状況では真っ先に経済的弱者が対象となりますが、そのうちお金があっても物がなくなるという状況になると言われています。それらは考えてみたらわかるのですが、缶詰一つとっても中の原材料、そしてパッケージとしての缶が必要です。印刷などはどうでもなるとして、中身、外身のどちらかが足りないと製品として手に入れることができません。事実、車の生産がたった一つの半導体がないだけで生産がストップしていますから分かりますよね。お金があるのに物が買えないという現象は、エネルギー高騰で食品製造会社が倒産という事態になることも起きると思います。すでに老舗のお菓子メーカーなどは倒産しておりますし、今後続々と増えていくことになると思います。日本の食料危機につながるエネルギーに関して言うと、日本のエネルギー自給率は約 11% です。輸入先はほとんどが中東から原油を買っており、昔から日本はエネルギー確保で難しい局面を迎えています。かの大東亜戦争もアメリカによるエネルギー制裁を受けたことがきっかけとなりました。その中東もウクライナ・ロシア紛争による影響で混乱が起き始める気配が漂ってきました。エネルギーの自給率を上げようにも原子力発電に対する猛反発があり、なかなか思ったように進まない状況ですし、太陽光発電などの自然エネルギーは
コストや天候の影響を受けて安定供給というところまでいかないので問題が多いというわけです。食料安全保障に関しては、日本の食料自給率は 38% とかなり低く、何もかもが不足しているのが日本の現状です。その中で戦後平和でいられたのは奇跡的なことかもしれません。というのは、イスラエルなどは10年ごとに戦争などの紛争が起きていますし、つい先日もイランとの間で一悶着ありました。彼らは度重なる戦時下でいかに国内で食料を確保するかという問題に直面し、切迫した状況を経験しています。食料安全保障に対してまさに国家の存続をかけた取り組みをしています。首相直轄で国防省の下に経産省が管轄する食料安全保障組織、緊急食料供給庁が設立されています。国防省管轄というところが食料安全保障を重大項目に置いていることがわかります。そのイスラエルは国土の 60% が砂漠であるにもかかわらず、食料自給率は 90% 以上に達しました。どうしてそのようなことが可能となったのでしょうか。なんと IT 技術を活用して砂漠での農業に成功したのです。点滴灌水という根の部分だけに必要な水分を供給し、ジャガイモ、トマト、ピーマンなどを栽培しているというわけです。スイスの例も参考になると思います。スイスは国土の多くが農業に不向きな山岳地帯なのですが、なんと食料自給率は 50% です。酪農・畜産では 100% を達成しています。なぜこのようなことが実現可能になったかというと、スイス政府は2017年に食料安全保障の条項を憲法に追加しました。民間企業には食料・物資の備蓄を義務付ける代わりに税・金利面で優遇する仕組みを作り、危機に備えるようにしているというわけです。すごいと思いませんでしょうか。日本政府の取り組みは前提としてあるのが危機感の欠如だと思います。日本は例えば米余りで農家が困っているから減反政策を行い、米の価格を維持するということをしてきました。つまり日本は食料安全保障という言葉だけは知っていて、食料を国家の生存に関わる重要なアイテムと考えていないということが問題だと思います。減反政策の結果はどうなったのかというと、1961年をゼロとした場合、各国ともに生産量を増やしていますが、日本だけがマイナスとなっています。さらに当然ながら農地自体も減少しています。いざという時に作ろうにも土地はないのです。減反して毎年3500億円もかけて農地を減らしているのです。イスラエルやスイスとの違いははっきりしていますよね。やはり台湾有事の際に起きるシーレーンの封鎖、または麻痺によって日本に何も入ってこなくなるという状況を想定した農業政策を立てるべきだと多くの有識者は警鐘を鳴らしていますが、政府にその意思はあるのか甚だ疑問です。では有事の場合、日本にどのくらいの備蓄があるのかというと、前回の動画でも触れたように約100万トンの備蓄米を準備しています。一方中国はどうかというと、アメリカの農務省の調べでは中国は1億1300万トンの米を備蓄しているといいます。確かに人口には差がありますが、この備蓄だけで全国民をどのくらい養うことができるのか、資源・食料安全研究所の柴田昭夫代表が独自の推計で生存に必要な米の量を1日1人 430g と想定して試算しています。すると中国は186日、日本は20日で備蓄米を使い切ることになるとのことです。私は1ヶ月強と思っていたのですが、なんと20日です。日本の備蓄の考えは過去の不作になった時の米の生産量を参考に考え、中国は食料安全保障の考えで備蓄を捉えていることの差が出ているということです。中国は米だけでなく、トウモロコシや小麦など世界で備蓄されている量の半分の量を備蓄していると思われますからすごいと思います。ただ、中国あるあるで言うと、備蓄倉庫からどんどん横流しを行って自分の懐に入れるということもしていると思いますので、実際のところは何とも言えませんが、いかがだったでしょうか。数回に分けて日本の食料安全保障について実態を見てきましたが、分かったことといえば、国を当てにしていたら大変なことになるということです。幸か不幸か、戦後70年以上も平和で暮らすことができてきたので、すっかり平和ボケになっています。それ自体は悪いとは思いませんが、これだけ手を伸ばせば情報を取れる時代にテレビ・新聞が垂れ流す嘘情報を信じ込み、食糧危機など起きないと平気で言ってしまう農家もいれば有識者と言われる人もいます。今回取り上げたイスラエル、スイスという国が徹底的に日本と違うのは危機管理能力であり、危機管理意識だと思います。
砂漠や山岳地帯という農業にとってはマイナス要因を抱えた国でも食料自給力をつけています。その点、日本は水資源もあり、農地に適したところもまだまだあります。それを減反のために3500億円も予算を使わず、民間企業と一体となって備蓄に使っていったらどうかと思ったりします。こういったことも我々国民の一人一人の意識が高まれば、政治家にも変化が出てきますし、政治への変化を期待できると思います。ただ、今の世界状況を見ますと悠長なことを言っていられないのかもしれません。私の備蓄もまだ計画半ばです。2月という月は、ウクライナ・ロシア紛争において大きな局面を迎えると予想されています。4月には、また食料品の値上げが計画されていますし、電気代、ガス代の値上げもこれからが本番です。ありとあらゆる問題が一気に押し寄せてきますが、とりあえず生き抜くことができれば道は開けることでしょう。皆さんもぜひ、緊急モードで食料備蓄計画を実行してください。低予算でできる備蓄方法などございましたら、ぜひコメント欄にてシェアをしていただけると助かります。私も限られた予算で身を守る準備をしているので、お知恵を貸していただけたら助かります。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。